こんにちは、よしかつです。今日は、タイヤ交換をしていきたいと思います。使用するタイヤは IRC の NF20、これがフロント用 2.75 の18インチで、こちらがリア用 IRC の NR21 で、サイズが 3.50 の16インチで、チューブも新品を取り寄せてあるので、これも IRC で揃えてみました。なので前後ともタイヤとチューブの交換を行っていきたいと思います。タイヤを交換するにあたってはデイトナのタイヤレバーセットを購入してみましたので、こちらを使用してやっていきたいと思います。バイクのタイヤ交換はちょっと人生で初めてやることなので、うまくいくか分かりませんが、見よう見まねでやっていきたいと思います。始めよう。じゃあまずはリアタイヤから交換をしていきたいと思いますけれども、何外すんだろう。まずチェーンカバーを多分この2箇所外すような感じで、シャフトを抜いてタイヤを引き出したいと思います。裏切ったな。そしたらアクスルナットを緩める前にこのアジャスターを緩めちゃおうかな。緩めて、もう緩まった。反対側も同様に緩めます。そしたらあとは何だろう、ドラムか。ブレーキドラムのケーブルを外しますか。あ、外れた。おお、さすが。ブレーキペダルを踏んだら外れました。これも外さないといけないよね。これブレーキにくっついてるんで。割りピン入ってんの？抜けた。12ミリ。シュッ。こんな感じで、これがフリーになりました。ナットを緩めます。19ミリかな。取れたナット。そしたらシャフトがもう抜けんの？抜けるじゃないですか。おっと、チェーンアジャスターが落ちたね。でチェーンがここに多分乗っかるから外す時ね。でシャフトを抜くと反対側のカラーも取れるから、これ右側のカラーでシャフトを抜けました。シャフトなんか汚いね。シャフトが取れて、あとはもうチェーンをスプロケからコマをずらして外したら、チェーンが下にベタってなるから、こんな感じね。そしたらもうタイヤ取れました。簡単じゃない？抜けないフェンダーが邪魔で、はい、抜けました。これでタイヤ取れましたんで、次はじゃあ空気を抜いてタイヤを外していきたいと思います。ひび割れすごいね。これいつのタイヤ？32週16年だから、これ2016年製造だと思うんで、新車装着のタイヤだね。ベアリングはね、ゴリゴリしてない。ぬるぬるちゃんと回るし、ガタつきもない。ここは後でベルハンマー付けにしてやろうと思いますんでね。じゃあタイヤ外そう。これ取り外してきたんですけど、ブレーキドラム側はこんな感じで汚な外せます。こっち側も多分これバイクってはまってるだけだよね。抜けた。カラーとハブダンパーとカラーはこう入ってます。でここにもベアリングがあって、こっちにもベアリングついてるね。ベアリングとベアリングを挟んでるカラーか。ベアリングのサイズが違うんだね。ここら辺もグリス持ってないけど、ベルハンマーでなんとかなんだろう。万能ですよ。よし、じゃあまずはエアーを抜いていきたいと思いますけれども、これ窒素入ってたの？本当かな？これ虫回すやつ持ってないんだよな。虫回しこれに入ってないの？あったよ。バルブコア回しって入ってあるわ。せっかく買ったんでこれ使っていきたいと思います入ってるって。よかった。じゃあまずちょっと中身の説明。これタイヤレバーこんな短いんだ。これとこれビード押さえるやつと、これビードクリームとリムプロテクターで収納袋、正直単品で揃えた方が安いんだけど、収納袋があるのと、ミーハーなんでデイトナっていうブランドに単純に惹かれてこれにしました。でこの中に虫回しが入ってるんじゃないですか。これだ。これでございますね。しかもちゃんとバイク用だから短いわ。でこれよかった。そうするとこういう虫っていうバルブ入ってるんで、もう空気抜けました。でしたらこれビードをね、外せんのかな。全然いけるね。ビードブレーカーなくても全然ビード落ちるね。これバイクのタイヤ交換はなんせ初めてなんで。車のタイヤはね、この間コペンのタイヤ交換したばっかりだけど、自分のそれも動画撮っときゃよかったな。せっかくだからこれちょっと使ってみる。別にいらねえっちゃいらねえんだけど。そしたら
一応ね形式上つけてみる。でこれもうビードは落ちてるからとりあえず上げてみるか。いや結局ビードプロテクター意味ないじゃん。あ、いていていて、チューブごとやって、チューブって怖いね。で外れましたと。で先にチューブを抜きたいかな。よいしょ、チューブが抜けてきました。はい、タイヤが外れてないので、車だとこっちから入れて、こっちからこうだよね。よいしょ、取れた。摘出完了。こっちドラムだよね。ドラムだからこれ右側でしょ。タイヤローテーションってあんの？これこのタイヤはローテーションなしですね。だからどっちに組み付けても OK。まあ、タイヤパターン的にもローテーションないよね。そうですね。組み付けていこう。一応ビードワックス塗る？塗りましょう。ビードワックス。車のタイヤだったらこれでバコーンってはめれるんだけど、さすがにはまんないから。あ、入った。おーし、入った。おお、やるじゃん。でぬるっと入りましたね。したらチューブを入れるんだけど、なんかねこれちょっと膨らましてからの方が入れやすいらしいから、軽く膨らましてチューブ噛み込んで切れちゃったら悲しいから。これ入れるのむずくない？でチューブちゃんと出て、あ、来た。こうだよね。そしたらあとはタイヤレバーとリムで挟まないようにチューブを、こういうことが起こりますからね。いや入んねえな。これ使ってみる？これここら辺にこうやってつけんだろ。ポイス。そうするとこっちからの作業に集中できるはず。きた。これ超便利じゃん。で空気を入れていきたいと思います。噛んでないよな。これいまいちちょっと待って、やっぱり穴開いてる。これ虫閉まってるよな。あ、ここだ。ここか。ここや。そんなにいっぱい？はい、終わりです。新品チューブ。こっちは生きてる？こっちは生きてるな。こっち付け直すか。あんだけ気をつけてても穴って開くんだな。多分外した時だな。チューブごとビード持ち上げちゃったんだな多分。悲しいタイヤじゃねえよ、チューブ。めちゃくちゃスムーズに入ったことない？とりあえずエア入れるか。噛み込んでないよな。フロント一瞬で終わんじゃねこれ。とりあえず3キロぐらい入れてエア漏れがないか。よし、じゃあ戻すか。
こっち側はこれね、ハブダンパーは生きてますね。ベルハンマーのスプレーでカラー入れていい感じっすね。で逆サイド、こっち側はブレーキなんで、このシャフトのホイールの中でブレーキ汚いけどそのまま閉めちゃおう。あ、でこれここに合わせんの、真ん中を。ああ、みたいです。なんかアイマークみたいなのあるね、そんな感じでつけていきたいと思います。これで一応チェーンはかかったカラーを入れます。チェーン引き、シャフトで逆側のカラー、こっち側はカラーとチェーン引きでしょ。こうか。でチェーン引きを入れなきゃいけないから、よし来た。ナットをかけとくと。続きましてフロントタイヤ交換していきたいと思います。これ今いい感じで上がってんだけど、後ろジャッキ乗せてますじゃあこれもタイヤを早速外していきましょう。こっちは逆にナットが19なんだな。ナットが19のシャフトの頭が17。結構のトルクで締まってるな。はい、ナットが取れてシャフトが抜けて、それはスピードメーターですか。でおもう取れましたよこれ。じゃあ前外していきましょう。もうね早いと思うよ。もう慣れたもんでしょ。もう慣れたもんですよこれ。こんだけ外したら手でいけんだね。取れた。簡単だねなんか。じゃあ新品タイヤ 2.7518。 なんかさ同じ IRC なんだけどさ、後ろの IRC ロゴが新しくてさ、前はなんかすごいレトロな、朝一よりも明らかに柔らかくなって暖かくなって、よしタイヤをつけていこう。お、普通に入ったぞこっちは。めっちゃ簡単に入った。新品チューブ、バルブをホイールの穴に入れるのが一番難しいかもしれない。でも前の方がやりやすいな、さっきの後ろより。でとりあえずナットかけとくでしょ。そしたらチューブを入れ込んでいって、これ不思議なもんでちゃんと入るとさ、ねじれが解消されるね。それで入っちゃいそうだなお前。ね、さすがにきついか。よし、早くない？めっちゃ早いです。じゃあリードを上げていきましょう。いいんじゃないですか。もう終わったよ。早いもんだよ。10分かかってないよ。じゃあこれとりあえずもう車じゃないバイクに戻そう。さっき1時間半かかったの何だったんだろうね。っていうぐらい早いですね。めちゃくちゃ早いよマジで。10分かかってないよ。これこうだね。そうですね。でベアリング点検戻します。でその時にメーターギアね、メーターギアを入れ忘れないようにします。きたきた。よいしょ、これでいいでしょう。前後のタイヤ交換、チューブ交換終わりました。後ろのチューブは切れちゃったんで交換できてませんが、リアが1時間半、フロント全部込みで20分かかってないね。後ろで勉強をしてフロントはそれを活かせたとポジティブに捉えます。当分やりたくないなタイヤ交換というわけで今回の作業は以上となります。後でエアーの調整だけして本当に終わりたいと思います。次はもう小物すごいいっぱい買ってあって、ハイスロ買ってあるでしょ、クラッチワイヤー買ってあるでしょ、あともろもろちょっとずつやっていきたいと思います。で自分的に目標としてたメンテナンスが一通り終了したので、走る方の動画もやっていけたらいいなと思ってますので、ぜひチャンネル登録して今後もご覧いただければと思います。高評価、グッドボタンの方もお願いいたします。それでは今回も、動画ご視聴いただきありがとうございました。以上で終了となります。それではさようなら。